さて今日はこんな穏やかで澄んだ夜にぴったりの一編、夏目漱石の「夢十夜」から第4夜をこの川沿いで読もうと思います。昼間はこの辺りも賑やかですが、落ち着いてきたこの時間の川のせせらぎや夜の静けさの中で、この物語が不思議としっくりくる気がしています。夢十夜は漱石が夢の中で見た不思議な世界を描いた短編集で、それぞれが現実と幻想の狭間を漂うようなお話です。第4夜はある不思議なおじいさんが主人公で、静かに酒を飲んでいるところから物語が始まります。彼はとても魅力的で、年老いているのにどこか若々しく、ちょっと得体の知れない雰囲気を持っています。彼がやがて子供たちや語り手を連れて、何か奇妙なことをし始めるのですが、その内容が少し幻想的で、まるで夢を見ているような気分にさせてくれるんです。このおじいさんが一体何者なのか、彼の行動にはどんな意味があるのか、それは実は最後まで明確には語られません。けれど、漱石のこの短い話は、読む人によっていろんな解釈ができるところが魅力なんです。人の一生や生命の神秘、あるいは死後の世界なんかを連想する人もいれば、ただただ奇妙な物語として楽しむこともできる。どちらかというと、頭で考えるよりも感じ取るお話なんです。夏目漱石は、私たちにとっては坊ちゃんや吾輩は猫であるの作家として有名ですが、彼の中にはこういった不思議で奥深い物語を描く一面もありました。漱石はこの夢十夜を通して、夢の中でしか表現できないような現実の枠を超えた世界を私たちに見せてくれます。川の流れを眺めていると、日常の出来事がどこか遠くに感じられるように、漱石もこの物語を通して私たちを日常から少し遠い、でもどこか懐かしい場所へと連れて行ってくれます。特にこの第4夜は川が重要な場面として登場します。おじいさんが物語の最後に向かってどんどん川の中へ進んでいくシーンは、この川の音と重なるようで、とても不思議な感覚になりますよ。今夜のこの場所、そしてこの空気の中で、この物語がどんな風に響くのか、私自身も楽しみにしています。おじいさんの行動や言葉の意味を一緒に感じながら、この不思議な夢の世界にちょっと浸ってみましょう。広い土間の真ん中に涼台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いてじいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上顔中ツヤツヤしてシワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ白いひげをありたけ生やしているから年寄りということだけはわかる。自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ裏の掛け火から手桶に水を汲んできた神さんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかねと聞いた。じいさんは頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよ。と済ましていた。神さんは拭いた手を
細い帯の間に挟んで横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいと飲んで、そうして、ふうと長い息を白いひげの間から吹き出した。すると神さんが、おじいさんの家はどこかねと聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよ、と言った。神さんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかねとまた聞いた。するとじいさんが、また茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいと飲んで前のような息をふうと吹いて、あっちへ行くよ、と言った。まっすぐかいと神さんが聞いたとき、ふうと吹いた息が、障子を通り越して柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅木の桃引きを履いて、浅木の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が3、4人いた。じいさんは笑いながら腰から浅木の手ぬぐいを出した。それを肝心よりのように細長く寄った。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから、見ておろう、見ておろう。と繰り返して言った。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう。よいか。と言いながらじいさんが笛を吹いて、輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮するように、回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をピタリとやめた。そうして、肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんで、ポッと放り込んだ。こうしておくと、箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて、細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になると言ったり、蛇になると言ったりして歩いていく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、笛が鳴る。と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはざぶざぶ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる。と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうしてひげも顔も頭も頭巾もまるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に、蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立って、たった一人いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。さて、物語をお聞きいただきありがとうございました。どうでしたか？きっと、このお話が描く幻想的な世界やおじいさんの不思議な行動に、
さまざまな感情や思いを抱かれたのではないかと思います。私はこの物語について少し考えてみました。漱石の夢十夜第4夜は、一見するとただの奇妙な物語に思えるかもしれませんが、その中には深い意味が隠れているように感じます。おじいさんが手ぬぐいを蛇に変えると言いながらも、その実現がかなわず、最後には川に消えてしまう様子は、何の象徴的な意味があるのでしょうか。私が考えるに、おじいさんの行動や言葉には、生と死、あるいは人間の一生といったテーマが込められているように感じました。おじいさんが酒を飲み、若々しい外見を持ちながらも、どこかつかみどころのない存在であることが、生命の神秘や無常さを示しているように思えます。特に、川の中に入っていくシーンは、人生の終わりや、未知の世界への移行を象徴しているのかもしれません。おじいさんが消えてしまうことで、私たちに、人生や存在とは何かという問いを投げかけているようにも感じられます。蛇が出てこなかったのも、逆に何も得られないという現実を表しているのかもしれません。この物語があなたにどんな印象を残したか、ぜひお聞きしたいです。漱石が描いた夢のような世界をどう受け止められたのか、一緒にお話しできるのを楽しみにしています。それでは、また。